はい、それではこの動画ではディレイの使い方をざっくりとご紹介します。初心者の方ですと、例えばボーカルとかにリバーブをかけるっていうのは知っている方が多いと思うのですが、いまいちディレイの使い方がわかりませんという声が多かったので、ざっくり紹介させていただきます。で、ディレイというのは、その名の通り、ちょっと遅れて山彦のようにパン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 みたいな感じで響くエフェクトです。ですので、効果としてはリバーブに近いものがあります。では、リバーブとどう違うのかというと、例えばボーカルをリバーブだけで響かせようとすると、リバーブの先導を多くしていくと、どうにもお風呂のような洞窟のような響きになっちゃっていまいちかっこよくないということがあったりします。そんな時にディレイを使うと上品に響かせることができたりします。では今回はボーカルのトラックを使ってディレイを紹介します。まず何もかけていないとこんな状態です。 On the edge of the abyss where darkness resides。 はい。ではここにディレイを入れていきます。で、インサートでも先導でもどちらでもいいかなとは思うのですが、今回はボーカルが複数トラックあったと仮定すると先導で送るのがいいかなと思っています。ですので先導でFX チャンネルを追加というのを押します。そして新たにトラックができますので、ここにディレイ入れましょう。で、ディレイのトラックにインサート。そしてスタジオ1のデフォルトですと、このようなディレイのプラグインがあります。それぞれかかり具合が微妙に異なったりとかするのですが、一番一般的っぽいのビートディレイというのを使ってみます。で、FX トラックにインサートでディレイを立ち上げるときはリバーブもそうですが、このミックスが 100% になっていることを必ず確認してください。ではこの状態で再生してみましょう。今送り値はかなり多い状態ですので、かなり派手に響いてしまうとは思います。 On the edge of the abyss where darkness resides。 はい、このままですとかなり良くない状態ですね。響きすぎという感じですので、まずはパラメータを適切な値にしていきます。一番注目したい値としてはこのフィードバックですね。これがディレイの回数を表しています。具体的に何回という感じではないのですが、これを下げれば、ディレイをする回数が減ると。Resides a forced termination。 こんな感じですね。で、今回はボーカルにかけるので、これを0にしてもある程度は響くと思うので、一回0で聞いてみましょうか。On the edge of the abyss。 はい。ちょっと回数が不自然だったので、10ぐらいにしておきましょう。そしてもう一つは注目するのはこのビーツですね。これがディレイで非常に重要なのですが、どのタイミングで反響してくれるか。これは4分の1なので、四分音符でなる状態ですね。例えばこの曲ですとテンポ132ですので、カッカッカッカぐらいですので、ディレイもバン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 というタイミングでなります。一旦この状態で、この先導のレベルを下げてバランス取ってみましょう。On the edge of the abyss where darkness resides a forced termination where silence survives。 こんな感じですね。このくらいの歌がメインで聞こえているときは、ディレイの音はそんなに大きく聞こえないけど、このように給付があるところで時折反響してる音がワンワンワンと余韻が聞こえるぐらいのバランスにするとちょっといいかなと思います。で、今はボーカルのみで聞いてますが、これをオケ入りで聞くとまた印象が変わると思います。On the edge of the abyss where darkness resides。 オケ入りで聞くともっとディレイ上げられますね。もうちょっと上げて聞いてみましょう。On the edge of the abyss where darkness resides a forced termination where silence survives。 はい、こんな感じですね。このくらいのバランスが上品かなと思います。で、次はその他のプラスアルファのパラメータを見ていきましょう。まずはこのカラー。これは EQ ですね。ローカット、ハイカット、上と下をどのくらい切るか。
今は、下は140なので、そこそこ切ってますが、上はかなり切られている状態です。ですので、ディレイの音だけ聞くとかなり丸い音になっているはずです。こんな感じですね。ディレイの音をハイカットないしはローカットしてあげることによって、原音との差別化を図ることができるので、反響している音とどっちが主役の音なのかっていうのが明確に分けることができます。このハイカットがほぼしていない状態ですとこんな感じ。On the edge of the abyss, where darkness resides. ハイカットしていると、On the edge of the abyss, where darkness resides. ちょっと後ろに引っ込んでくれる感じがあると思います。これは OK 入りで聞くとかなり効果が、違いがわかると思います。で、続きましてはこちらのモジュレーションというパラメータですね。まずはこのピンポンっていうのを押して演歌を聞いてみましょう。On the edge of the abyss, where darkness resides. サムっていうのを押すと今までモノラルだったディレイ、センターで原音と同様になっていたディレイが左右に広がりましたね。これをするとさらに原音との差別化を図ることができますし、左右に広げるリバーブ的な効果が得られると思います。On the edge of the abyss. はい。では2チャンネルっていうのを押してみましょう。On the edge of the abyss. はい。これこそがまさにピンポンというディレイという感じですが、ピンポン、卓球のピンポンですね。左右でラリーをしているように、左右交互になるディレイです。これを使うと、先ほどのサムより左右に散っている感じが出せるので、ボーカルのようなモノラルのトラックでも非常に空間を左右埋めることができると思います。で、おそらくスワップっていうのを押すと、左右が順番が入れ替わるのかなと思います。On the edge of the abyss. On the edge of. 先にどっちの音から出るかっていうのが変わります。そしてこの with というパラメータはその名の通り広がりの幅ですね。これ今多分オフだとあんま意味ないと思うんですが、この sum の状態で with を全開にすると On the edge of the abyss, where darkness resides. A forced termination, where silence survives. はい、こんな感じで、左右に散りすぎているとちょっとなんか派手すぎるなという場合は with をちょっと下げてあげると程よいディレイになるかなと思います。で、あとは、このビーツですが、今四分音符でやっていましたが、もちろん、八分音符とかもあります。そしてこの中間にこの D とか T とかついている値があるのですが、これは D は付点ですね。ドッテッドの D です。で、8分の1の付点ということは、8分の1の 1.5 倍ですね。ですので、四分音符がカッカッカッカで、8分音符がカッ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 カであるとするならば、付点8分はカッ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 ぐらいのタイミングですね。で、これを使うと、個人的には結構付点好きで、なぜかというと、大体歌メロとかって、8分音符だったりとか、そんなに細かいノートではないので、付点8分を使うことによって、16分裏にディレイの音が回り込んでくれるので、空間をうまく埋めてくれることが多いかなと思ってます。聞いてみましょう。On the edge of the abyss, where darkness resides. はい、こんな感じですね。ですので、この四分音符にするか、八分にするかとかは、その人の好みですが、あんまり早いのはまた別の効果になってしまうかなと思います。On the edge of the abyss. こういう感じで、なんか鉄板みたいに囲まれた部屋で喋ってるような声になってしまいますので、あんまり短くしない方がいいですね。だいたい四分か、BPM にもよりますけど、0.8 分とかくらいが多いかなと思っています。で、ボーカルに関してはディレイを必ず使わなきゃいけないというものではないので、使ってもいいし、使わなくてもいいとは思いますが、リバーブと併用するとかなりいい効果が得られたりします。リバーブである程度広がりは作るけど、ディレイでも作るという感じですね。
では適当にプリセット選んで、リバーブとディレイでバランス取ってみます。まずはじゃあリバーブだけでバランス取ってみます。On the edge of the abyss, where darkness resides. まあこのぐらいちょっと控えめぐらいにしましょうか。もうちょっとタイムが長い方がいい。A forced termination resides. このくらいのタイムにしときましょうか。で、これにディレイも加えます。On the edge of the abyss, where darkness resides. こうすると、お風呂にならず、なおかつ広がりも与えることができる。OK と合わせるともうちょっと上げられると思います。On the edge of the abyss, where darkness resides. A forced termination, where silence survives. Broken links disrupt the flow. Cut off, where do we go? To the quantum space where we connect. はい、こんな感じのバランスだと一般的なボーカルのリバーブとディレイっていう感じがすると思います。ぜひとも試してみてください。